ここは日本埼玉県のあるところ、竹林の奥に鎮座する才の根道場では、今日も尺八の高みを目指す者たちが厳しい修行に明け暮れています。帯渚上永大輔登山流尺八師範への道。皆さんこんにちは。フリーアナウンサーの帯渚です。マスター鷹山です。今回星眺めの解説後半ということで、この辺ねどうしても説明が長くなっちゃうんですよ。古典を最初にやるときに初めてやる音楽じゃないですか。なので説明する前提がいっぱいあるんですけど、一回説明すると今度ね一気に説明することがなくなっちゃうんですよ。だから今後の動画困るなとは思ってるんですけどでもそれだけ重要なところってことですね。そうですね、今すごく大事なところをいろいろやってるかなと思います、今回はですね、星眺めの後半、手ごとチラシ後歌という場所に出てくる装飾について説明をしていきたいんですけれども、この曲は古典ではないんですけども古典風に作ってるので、古典の曲だと手ごとという楽器だけで演奏する部分でとある特殊ルールが作動します。ちょっとですね、リズムの乗り方が変わるんですね、楽譜を見ていただくと16分音符ばっかり出てくるんですよ、楽譜を知ってる方だとなんかすっごい細かくてすっごい速い場所が急に来たみたいな感じになると思うんですけど、実際ちょっと他よりは細かくて速い場所なんですが、そこまですごいブワーってギターの速いみたいにブワーとか弾くわけではないです。ノリを大事にします。これまで何回かリズムはこの手拍子だって言ってきたんですけれども、これまでだったら楽譜に書いてある通りタタ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 というリズムを入れてきたと思うんですけども、手ごとの部分においてリズムがなまる傾向がこの音楽にあります。なまるとはどういうことかというと、タタ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 タ、表拍く後拍く、タタの最初は長い、後ろが短い、タタ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 。極端なものだとお祭りの音楽とかはそうなんですけど、チャンチャ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 ン。ただですね、三曲合奏、地唄とか手ごとものとか、こうやってお琴や地唄三味線と一緒にやる音楽ではお祭りほどはチャンカチャンカしない。そこは絶妙なところなんですけれど、タタ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 ぐらい。ジャズとかでもシャッフルって言ってツッチャツンチャンツッチャンチャツンチャツッチャツッチャっていうちょっとそういうリズムの訛りってあったりするんですけれど、なんでそういう訛りが発生するかというと、やはり琴や三味線のもともと音楽なので弾き方に由来しています。例えば三味線だったら大きなバチで糸を叩くで返す時に弾くってやっていると叩く方が強くなるわけですね、とペン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 となっていくわけです。お琴の場合も爪で押す、そして手前に弾いて引っ掛ける、そうするとテン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 、やっぱり押す方が強いので、正確に16分を演奏しようとしたとしても自然な力の流れでいうと頭の方が強くなる、ということで手ごとの部分っていうのはわざとじゃなくて自然とタンタ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 ってなっていってるんですね。それがちょうど三味線とかお琴で気持ちいい具合っていうのがあるんです。タタタ、結構人によってもそれは違うんですけれども、尺八は別にそうする必要はないんですけれども、お琴や三味線と一緒に合わせるこの音楽ではやはり同じようにその気持ちいいリズムを一緒に共有しようということでその真似をします。ということの部分はなので18分音符で書いてある連続する部分は全てタタ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 というリズムを意識しながら演奏するようにしてください。尺八他にですね、ちょっとこの星眺めには特殊な記号がいくつか出てきます。例えば前回ちょっと説明してなかったんですけれど、ほにゃほにゃんっていう記号が楽譜の中にあります。何かっていうとすり上げという点になります。例えばレとチの間にほにゃんと書いてあったら、極端にやるとスライドさせて音をベンドさせてあげていくという、ぬるっと上がっていく感じですね。はい、ただ登山流の場合はそこまであんまりしつこくはやらないので、自然にやったかなぐらいのさらっと度合いで入れるのがいいかなと思います。
ちょっとやってみましょうか。はい。まず0地でやってみましょうか。そうですね。はいはい。そうですね。半音とかメリ音を吹く時と同じで、穴の開け具合によってなんかこう音の出方が変わるような感覚があるかもしれないですけど、なるべく指の方に気を取られず、息はしっかり入れたまま演奏するといいと思います。ちょっと通例でもやってみましょうか。はい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 、いいと思います、いいと思います。上手です。これが釣り上げという記号になります。尺あとですね、もみ手というのがこの曲出てくるんですけど、はい、これはですね、ちょっとイレギュラーというか、本来であればこの音楽ではなく尺八本曲というまた別の音楽でちょっと出てくる記号になるので、今回のこの動画ではちょっと割愛します。はい、おびちゃんには説明しておくんで、ちょっと演奏できるようにしておいてください。尺あと出てくる記号としては最後のフラチですね。フラチ。あ、ごめんなさい、その前にルがありました。ちょっとルを先にやりましょう。だいたいツの後に出てきます。はい、ルはですね、音じゃなくてこのポコンと叩く音、動作になります。なのでツールって楽譜に書いてあった場合はツールツール、そうですね。これがゆっくりになっちゃうとツーロツーってロを吹いたように聞こえてしまうので、あくまでここを叩いて装飾を入れたんだよという感じで、あ、いいですね、いいですね。で、大事なのは吹かなくてもこう叩いた時にちゃんと楽器がポコンって音するかどうかです。はい、この指の動きができて、それでそのまま吹けてればちゃんとルができているということに、はい、なります。はい、だんだん進化するととかいろいろあるんですが、まずはこの下の1個だけポコンとする、これを覚えてもらえればいいかなと思います。はい、尺八。そしてフラチ。これがですね、説明したくない非常に曖昧な記号なんですよね。フラってその字のごとく多分音をフラッとさせたい。ロからチに落ちる間に入ってくるロフラチとくるんですけど、ドレミで言えばレレドラっていう感じなんですけど、そのレドっていう音階に聞こえちゃうと良くない。なんていうんでしょう、一瞬過ぎてどういう指の動作をしているのかあんまりなんかこう説明しにくいんですよね。何してるんだろうって自分でも分かんなくてゆっくりやろうと思うと何してるか分かんなくなっちゃうんですよ。これまでのテキストブックだったりに書いてあることだったり、僕自身でも噛み砕いて考えると、まずフのタイミングで1回ロをゆる、でラのタイミングで2と5を開けて、でチに向かうみたいな、説明があったりするんですけど、なんか指が明確に決まっているっていうよりは間の曖昧さ、曖昧さを説明するのってすごい難しいじゃないですか。半のロからフラチと下がる時も、オツからロフラチっていく時も同じ動作にはなるんですけれども、ちょっと僕のその5つの音だけを吹く本、テキストブックにも書いてありますので、そちらも詳しくは見ていただきたいんですが、これはちょっといろんな方の演奏を聞きながら感覚で身につけていただくのもいいんじゃないかなと。真似するっていうことですね、まずは。そうですね、もともとそうやってここまで来た音楽なので、ちょっとフラに関しては本当に説明が難しいなと。曖昧なものなんですね。はい、フラフラ感、ぜひ出していただければと思います。ということで、要注意点というか、その部分に関してはこれで説明できたかなと思います。ちょっとそれを踏まえた上でですね、手ごと以降の演奏を最後に聴いていただきたいと思います。ちょっとこんな形で終わるの初めてなんですけど、ちょっと押すってやってから、なるほど、曲で終わると、曲で終わりましょうか。いいですね。それでは、今日はここまで。おっす。尺八。